白鸚記随想録面影花店舗特典ドラマ CD 仏の心。こっちの荷物は向こうに持っていくやつで、こっちはこの手ぬぐいだいぶくたびれてきたし、雑巾にしちまってもいいかな。枕忘れずに持っていかねえと。俺枕が変わると眠れねえんだよな。平助、ちょっといい？おう、宗次、どうしたんだ？この本、誰の本か知らない？押し入れの中から出てきたんだけど。それなら多分新八さんのじゃねえかな。ちょっと前貸本屋から借りた本が見つからねえって騒いでた覚えがあるし。新八さんね、了解。貸本屋さんも災難だよね。引っ越しする日まで本を返してもらえないなんてさ。それ前に言ったことあるんだけど、本は天下の回り物だからとか言ってやがってさ。新八さん個人が悪く言われるのはどうでもいいけど、俺たち新選組の評判を落とすようなことはしないでほしいよな。まあそれは平助とか佐野さんにも当てはまると思うけどね。でどう？引っ越しの支度進んでる？それが全然。そんなに荷物が多いわけじゃねえし、すぐ終わると思ったんだけどな。ま、2年も暮らしてれば物は増えるよね。ほんとだよ。こんなものいつ買ったんだっけって思うようなものが出てくるし、片付けても片付けてもキリがねえ。ちょっと休憩。あれ？あとちょっとなのにもうやめちゃうの？少しぐらい休ませてくれって、今朝からずっとやってんだから。まあいいけど、それじゃあ僕もそろそろ休憩しようかな。天気もいいし。春だな。そういえば俺たちが上洛してきたのも今ぐらいの季節だったっけ？そうだね。あれから2年。時間が流れるのって早いよね。上洛してからずっとここで暮らしてたから、なんか名残惜しいよな。引っ越し先の西本願寺ってどんなところなんだっけ？宗次知ってるか？この間ちょっと見に行ってきたけど、ここよりかなりひどかったよ。あれだけの広さがあれば外を使う長連にも不自由しないんじゃないかな。そいつはいいな。で、島原から遠くなるのか？最初に気にするとこがそこなの。土方さんが聞いたら目をつり上げて怒るんじゃない？いや別に俺が飲みに行きたいから言ってるわけじゃなくて、他の大使たちが喜ぶと思ってさ。まあいいけど、これからはお寺で暮らすんだから、今までみたいに毎晩飲み歩くなんてできなくなるかもしれないよ。そりゃねえだろ。そんなのわからないじゃない。土方さんのことだから寺暮らしにかこつけて今以上に待機を厳しくするかもしれないしね。まあ確かに土方さんは俺たちを怒鳴りつけることに生きがいを感じてそうなところはあるけど、でも西本願寺で暮らす目的は長州のやつらを牽制するためなんだろ？俺たちが坊さんになるわけじゃねえし。表向きはそういうことになってるけど、実際はどうかな。他に理由があるかもしれないじゃない。他の理由って？例えば土方さんが信仰に目覚めて出家したくなったとか。土方さんが？ない絶対ない。だって泣く子も黙る新選組の鬼副長だぜ。だからって信仰心がないとは言い切れないでしょ。僕あんまり詳しくないけど、戦国武将も出家してる人が結構いたんじゃなかったっけ？確かにそうか。まあ武将って人をたくさん殺めてるし、いろいろ思うところがあったのかな。でも土方さんが出家か。いいかてめえら、俺は本日をもって仏の弟子になることにした。これから大使全員頭を剃って仏門に入ってもらう。なんだよそれ。出家したいなら土方さん一人ですればいいだろ。
そうですよ。何ですか仏の弟子って。仏様にだって弟子を選ぶ権利ぐらいあると思いますけど。うるせえ。御仏が弟子を襟好みなんてするか。お前らごときがお釈迦様の言葉を代弁するんじゃねえ。一体どうしちまったんだよ。土方さんそんなこと言う人じゃなかっただろ。もしかして寺暮らしで毎日お経とか念仏を聞き続けたせいで持ち前の邪悪な心が浄化されちゃったんですか？いや、こんなわけのわからねえこと言い始めるぐらいなら邪悪な心のままでいてくれた方がマシだって。おい平助、何をブツブツ言ってやがる。自分で髪を剃れねえっつんなら俺がやってやるが。いや待ってくれって。土方さんの目的は近藤さんを本物の武士にすることだろ。なのになんで坊さんになんてなっちまうんだよ。近藤さんの名を売ることと出家することは矛盾しねえさ。戦国の世じゃ坊主も薙刀を振り回すのが当たり前だったしな。俺たちが出家して頭を丸めても何も不思議はねえ。不思議だらけだよ。つうか今戦国の世じゃねえし。そうですよ。それに曲げは武士のなんとかって言ってませんでした？そんなこともあったかもしれねえ。だがな、西本願寺に引っ越すって話が出た時にこうなることは決まってたんだよ。平安の昔から寺に入る目的なんて一つしかねえだろうが。そんなの聞いてねえし、まるっきり騙し討ちじゃねえか。戦いっつうのは騙し合いだって孫子の兵法にもあるだろうが。あと仏教の戒律に合わせて局中法度も改めることになった。耳かっぽじってよく聞けよ。一つ、恋に生き物を殺すべからず。土方さん、しょっぱなから違反してるじゃないですか。涼しい顔して大使に切腹命じてる人がそれを言いますか？俺は仏の弟子になって心を入れ替えたっつっただろうが。これからは恋に人を殺したりはしねえよ。恋にじゃなかったら殺していいのかよ。他には？一つ、人から物を盗むべからず。一つ、異性と不埒な交友を行うべからず。もちろん島原通いなんてなもってのほかだ。ちょっと待てって。俺たち別にお姉さん目当てで島原に行ってるわけじゃねえし。それなら島原通いを止められても何の問題もねえな。一つ、嘘をつくべからず。一つ、中身のない浮ついたことを話すべからず。一つ、乱暴な言葉を使うべからず。一つ、他人を仲違いさせるようなことを言うべからず。どうすんだよ掃除。今の4つ全部に違反してるじゃん。やだな。僕嘘を言ったり人を仲違いさせたことなんて一度もないけど。自覚ねえのかよ。つうかこの大気に背いたらどうなんの。まさか。右の上々に背く者はすべて切腹申しつくべく候なり。うわー、予想はしてたけどやっぱりそうなのかよ。それじゃあ土方さんも切腹じゃないですか。嘘をついたり乱暴な言葉を使ったりしてるんだから。俺は仏の道に目覚めたからな。仏さんも多めに見てくれるだろうよ。さてそんじゃ平助、覚悟はいいか。頭をツルツルに反らせてもらうぜ。待ってくれって。五条だからそれだけは。うわーなんてことになっちゃったりして。なんてじゃねえって。なんで俺が坊主にされそうになってるんだよ。さあ、もしかしたらそうかもって話じゃない。坊主はどうかわからないけどお経ぐらい唱えろって言い出すかもしれないね。じゃあ何か。俺たち剣術稽古の他にお経も唱える練習するのか。土方さんのことだから厳しいと思うよ。画言長世願必至無浄土志願不満足政府上昇学。おいてめえら、声が出てねえぞ。やる気あんのか。あるわけないじゃないですか。何が悲しくてお経を唱える練習をしなきゃならないんです。
そうだよ、剣術の稽古ならわかるけどさ、町の人たちも俺たちのことを変な目でチラチラ見てるし、勘弁してくれよ。こんなことになる前は怖がられることはあっても、変な目というか哀れみのこもった目で見られたことなんてなかったよね。お前ら出家者のくせに往生際が悪いんだよ。辛いことに耐えてこそ功徳は積めるもんだ。別に僕たち出家したいなんて言った覚えないんですけど。ああ、別に功徳を積みたいわけでもないしな。最近の若いやつらはああ言えばこう言いやがる。あんまり聞き分けがねえようなら、このまま明日の朝まで座禅組んだまま写経をやってもらってもいいんだぜ。いや、それよりも思い切って山ごもりとか修行に行かせた方がいいかもしれねえな。ちょっと待ってくれよ。山ごもりとか修行とか冗談だろ。山ごもりや修行ってのは人間を一回りも二回りも大きくしてくれるもんだ。それを成し遂げた時、お前らは立派な大人になってるだろうよ。その修行って山登りしたり滝に打たれたり、積んでは崩れる小さな石を永遠に積もうとしたり、長いふんどしを地につけないように走ったりするんですか？最後の方はちょっと違うんじゃねえか。それって山崎くんの忍び修行っぽいし。じゃあ熊と戦ったり相撲を取ったり？そんなのできるの新八さんしかいねえし。言われてみればそうかも。じゃああれじゃない？洞窟にこもってろうそくの炎に向かって念仏唱えたり刀を抜いたり。そういうのが好きなのははじめくんだけだって。宮本武蔵とか大好きなんだから。ほらやっぱりさ、山ごもりなんていいことないって。山にこもって修行しているうちに身の回りを世話してくれたりご飯を作ってくれたりしている娘さんと仲良くなれたりするのかもしれないし。土方さんの監視の目をかいくぐってまでそんな危険を冒せるのは佐野さんだけだろ。いや待てよ、その娘が親父さんを探している途中山で迷って、俺がその娘を助けていつの間にか仲良くなったとしても誰も文句は言わねえよな。土方さんだってそのくらいは多めに見てくれるんじゃ。多めに見るわけねえだろう。功徳を積むための修行のはずが煩悩だらけじゃねえか。平助、お前は特別に今から山ごもりだ。待ってくれって、これはちょっとした妄想だから。なんてことになるかも。なんで最後にひどい目に遭うのは俺なんだよ。まあまあ例えばの話なんだからさ。まあいいけどさ。でもよ、いくらなんでもありえねえだろ。土方さんって頭が回る人だし、新選組をそんな変な集まりにするわけねえと思うんだけど。そんなのわかんないよ。あの人良くも悪くも極端だし、今の指導に背いたら切腹って局中ハットだって見ようによっては頭がおかしいって思われるだろうしね。目指すのが誠の武士かお坊さんかの違いだけじゃない？いやまあそれはだけど、そんなことあるかな。おい宗次、平助、荷物はもうまとめたのか？あ、土方さん。なんだ、まだ片付いてねえじゃねえか。大所帯での引っ越しなんだから手際よく進めろって言っただろうが。これじゃ全部終わるのは夜中になっちまうぞ。悪い、ちょっと不安なことがあってさ、宗次といろいろ相談してたんだ。不安だと？まさかこいつにくだらねえことを吹き込まれたんじゃねえだろうな。人聞き悪いですね。その言い方だと僕が暇さえあれば土方さんの悪口を言いふらしてるみたいじゃないですか。違うとでも言うつもりかよ。で、不安っつうのは一体何なんだ？新選組に関わることか？そりゃあれ、土方さん、着物のたもとから何か落ちましたよ。もっと悪い。なあ土方さん、まさかとは思うけど、それってもしかして数珠？ああ、この間葬式に出る用事があってな、八木さんから借りっぱなしになってたんだ。後で返しとかねえと。あ、どうした平助？なあ
出家だけは勘弁してくれ。土方さんは一生仏の道になんて目覚めてくれなくていい。ずっと鬼の副長のままでいてくれよ。